はい、バネス2021です。今回は折れ線グラフでは見えないロレックスの話をしよう。こちらのシリーズをお送りしていきたいなと思います。まずね、本題に入る前に改めてこの動画がどういったテーマなのかをざっくりお話ししてから本編に入っていきたいなと思います。ロレックスは転売時計。そう一周するのはあまりに惜しい時計だなって思います。人と被るのは嫌。その気持ちも痛いほどよくわかるんですよね。何より私が本当に憧れたのは、こうして避けていた人ではなくて、どんな時計でも知った上で選べる人だったんですね。ブランドっていうフィルターではなくて、自分で選び取るその姿勢で個性を出す人は本当にかっこいいと思います。そんな人が少しでも増えてほしいっていう思いを込めてですね、このシリーズでは偏見の多いロレックスを正面から取り上げています。もちろん良い時計っていうのはロレックスだけじゃないんですけど、避ける理由を探す前に、世界の一流たちが一目を置く理由を知ってからでも遅くはないって私は思ってます。まずは相場も世間の人気も一回忘れてですね、ロレックスの時計を一緒に見てほしいと思います。そんな思いを込めて、今回はロレックスエクスプローラーを取り上げていきたいなと思っております。もし自分の時計コレクションの中から1本しか残せないとしたら、そんな究極の問いに私が迷わず答える1本があります。それが今回取り上げるロレックスエクスプローラーですね。その理由は単なる相場とかデザインの好みではないんですよね。エクスプローラーには腕時計製造っていう哲学そのものが凝縮して宿っているから、宿ってしまっていると言った方が正しいですかね。今回この一本でロレックスを語り尽くすつもりで徹底的に掘り下げていきたいなと思います。これまでこのシリーズを通して様々なロレックスについて語ってきたんですけど、実はエクスプローラーは避けていました。なぜなら全方位に対して懐が深いモデルだからなんですよね。要は完成度が高すぎるんですよ。だから私が下手に一つの視点で語ってしまうことで、むしろ魅力をスポイルしてしまう恐れがあるんですよね。一本間違えればつまらないモデルだなって多くの方に誤解させてしまう怖さっていうんですかね。見ての通り一見なんてことない普通の時計なんですよ。なのに、手放すと、玄人、素人問わず、必ず後悔する一本なんですよ。そう、これ不思議ですよね。腕時計界の七不思議かもしんないですね、ここは。けど、全く不思議はなくて、むしろ必然だってことをこの動画でお伝えできたら嬉しいなって思ってます。私はこんな時計を他に知らないんですよね。皆さんは傑作絵画の一つ、モナリザがどんな絵画かご存知でしょうか？あの天才ダヴィンチが晩年まで手放さず、筆入れし続けたって言われてるんですよね。ここで引き合いに出すには少々大げさに聞こえるかもしれないんですけど、私はエクスプローラーにこれと同じ究極の未完成としての魅力を感じているんですよね。だからこそモナリザと同じように世界中の人々を引きつけて離さないんじゃないかって思ってます。ちょっと大風呂敷広げすぎましたかね。私の拙い語りでどこまでお伝えできるか不安ではあるんですけど、スタートしていきます。エクスプローラーの設計コンセプトはとても明快なんですよね。それはタフであること。過酷な環境でも正確に動き続けるっていうことですね。ここから全てがスタートしています。けど、ただ頑丈なだけの時計なら他にもありますよね。エクスプローラーが唯一無二なのは、そのタフネスをモダニズムっていう合理、機能主義的アプローチで今なお突き詰め続けているからなんですよね。ここで言うモダニズムとは何かっていうことなんですけど、これはバウハウスの哲学に通じる、形態は機能に従うっていう思想。平たく言えば、見た目のデザインっていうのは、そのものが本来持つ目的とか使い方によって自然に決まってくるっていう考え方ですね。これはバウハウスとか工業デザインにおける思想で、実は1930年代から時計にも導入されてきました。
ロレックスはそれを冒険者の道具という形で具現化して、エクスプローラーっていうのが生まれてきたんですね。時計におけるモダニズム思想を理解するには、その原点にして最高傑作と言われる1932年に誕生したパティック・フィリップのレファレンス96、通称訓録ですよね。これを知ることが最適かなと思います。これはモダニズム設計を持ち込んだ初期の傑作で、懐中時計からの流用じゃなくて、腕時計としてゼロから設計されているんですね。腕乗りの良い小径ケース 31mm に対して安定感のある幅広のラグ幅 18mm。またケースとシームレスに仕上げられたロー付けラグは手首に沿った美しい流麗なカーブで人間工学もいち早く取り入れていました。そしてダイヤルデザインも秀逸なんですよね。写真にあるように最も代表的なものを例にすると、視認性、機能性、言語を問わないユニバーサルデザインっていうすべての要素を叶えたバーインデックスとドフィーヌハンドを採用しています。こうした設計すべてが時計を腕に乗せる目的を果たしているんですよね。こうして歴史に残る究極美を備えたドレスウォッチっていうのが生まれました。けどこの傑作がパテック倒産危機の真っ只中、わずか1年弱で制作されたのは意外と知られていないんですよね。当然経営危機だった時期ですから、コスト的にも資源的にも制約だらけの開発だったんですよね。にもかかわらずこの完成度ですから、ブランドの時計に対する身体能力の高さみたいなものを伺い知れるエピソードでもあるんですよね。何よりここで注目してほしいのは、1932年の誕生時はまだまだ荒削りだったっていう点ですね。この傑作誕生の裏には、倒産危機のリスクを抱えながらも、ショートスパンで絶えず改良を重ね続けたパテックの姿勢こそが成功の理由だったことです。後に生まれたエクスプローラーも、この訓録の設計思想、スピリッツを冒険用に特化という形で引き継いだと私は考えています。それでは、ここからエクスプローラーの具体的なモダニズム設計に宿る哲学を見ていきたいなと思います。エクスプローラー初期モデルでは、視認性と信頼性を両立するため、夜光のプリントインデックスを採用していました。実は1個前のプレエクスプローラーで採用していたアプライドインデックス、ここからあえて簡素な仕様にデチューンされてるんですよね。ここはコストカットじゃなくて、万一の脱落時に時計止まりのリスクを完全に取り除くためだったんですよね。まさに携帯は機能に従うっていうことを体現しています。天地がひっくり返るような究極な環境下でも瞬時に時間を把握できるダイヤルデザインっていうのを採用しています。写真で見ていただければその視認性の高さは一目瞭然だと思います。ここは誕生から現在に至るまで変わっていません。当然我々が使う平時でもこの視認性の高さっていうのは圧倒的に機能しています。1953年の発売当初からエクスプローラーだけはマイナス40度でも流動性を保つ北極オイルっていうのを採用していました。これによって寒冷地での確実な作動を保証していたんですよね。このオイルの凄さは俳優の高倉健さんが映画南極物語のロケで発生した事故のエピソードからも証明されています。もしかしたら健さんはこうした経験から大事な俳優仲間にロレックスをプレゼントするなんていうことを始めたのかもしれませんよね。この事件のエピソードの詳細については過去動画で紹介していますので、もしご覧になっていない方がいらっしゃればですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひこちらもご覧になってください。1997年頃から 36mm サイズで唯一プロフェッショナルユースのダブルロック式バックルを採用しています。岩場などでの使用時に不意な開放を防ぐ実用性重視の仕様に改良されていますよね。高度な工作機が普及した今と違って、1953年当時にロービート機で高精度を保証する公認クロノメーター認定の取得っていうのは容易じゃなかったんですよね。当時だと通常と異なる高精度なパーツ加工、熟練職人による個別調整が必要だったからですね。
それにもかかわらず、エクスプローラーは全出荷モデルでそれを実現しています。この執念からロレックスが究極環境下において精度がいかに重要だったかっていうのを長年のエベレストのフィールドテストで痛感していたんじゃないのかなって思ってます。ここでちょっと脱線しますね。エクスプローラーっていうと世界初のエベレスト制覇に帯同されていたか否か、これよく議論されていると思います。なのでここではその結論だけをね、お伝えしておこうかなと思います。公式記録を元にすれば、世界初登頂を果たした2人の腕にあった時計っていうのは、スミスのものとされています。事実、ロレックスもこの論争に自ら終止符を打っていて、スミスに世界初の称号っていうのを、譲っているんですよね。登山隊には当然2人以外にもたくさんいたんですけど、山頂に到達したのはこの2人だけだったんですよ。ただ補足すると、この一場面だけを切り取った話、それだけだとわからない話っていうのがたくさんあります。イギリスとスイス登山隊の胸熱バックストーリーですとか、スポンサー絡みのいざこざがあるっていう、ここについてほとんど語られてないんですよね。到達した2人の腕にあった時計もすごく重要なんですけど、ロレックスが人類初の偉業までに貢献してきたそのスピリッツまでを否定することはできないって私は断言できます。ここではね、ちょっと長尺になっちゃうんで、その真相はノートで完全解説しております。より深くエクスプローラーの歴史を知りたいって方は、こちらぜひご覧になってみてください。36mm 系に対して 20mm っていうラグ幅を採用しています。着用時の安定感と耐久性を最優先にした設計がこういうところからも伺い知れますよね。こうした細部から私がエクスプローラーから受け取る設計者の熱量っていうのは凄まじいものがあるんですよね。単なる登山隊の位置装備を超越した究極環境で命を守るっていうようなね、使命感にも似た設計思想っていうのをもうビシバシ感じてしまうんですよ。こうしたエクスプローラーにかける熱いスピリッツっていうのは今もなお継承され、確かに息づいているんですよね。そのことをね、一つの細部を例に、ここでは少し紹介してみたいなと思います。いつもロレックスっていうのは我々に何も語ってくれないんですよね。語らずも今日出荷した時計たちがゆっくり時間をかけて、ロレックスとは何かっていうのを説明してくれるっていう、そう考えてるからかもしれないですよね。けど、部品っていうのはすんごいおしゃべりなんですよ。例えば、2010年代以降のエクスプローラー39に採用されていたスポーツバネ棒をちょっと見てもらいたいんですけど、これ人知れず設計が変わっているんですよ。わかります？先端をわずかに太くして、外れにくく、さらに耐久性も高めているんですよね。当然この改良パーツに名前なんかないんですよ。ましてや雑誌で紹介されることなんか一度もなかったです。こうした細部を知るのは修理する時計職人たちと今動画を見ているあなただけですね。人類がエベレストに挑んでいた1950年代からロレックスの哲学ってこうして何一つ変わっていないんですよね。そうしたことをこんな小さいパーツから感じられて、私はすごい嬉しくなるんですよね。膨大な試行錯誤からのフィードバックで地道に目的に向かって改良する。それがエクスプローラーであり、ロレックスなんですよね。提灯雑誌がブランドからお金を受け取って無理くり褒めちぎるのとは対照的に、ロレックスはこうした地道で真面目な歴史だけで時計職人からも絶賛されているんですよね。こういった部分はね、時計を選ぶ際よく見極めてほしいポイントの一つかなって私は思ってます。最後にエクスプローラーのあらについても触れておきたいなと思います。ファンなら知りたくないかもしれないんですけど、ここは事実としてやっぱお伝えしておかなきゃいけないかなと思います。いいところも悪いところも公平に伝えるのがこのシリーズ動画の目的でもあるんですよね。実はロレックスは
全部が全部同じ仕上げ、クオリティじゃないんですよね。フラグシップのデイトナデイデートには最上級の職人と部品が選定されて使用されています。対してエクスプローラーは新人職人とかこういったランクから漏れたパーツを再利用した、大量生産の中で合理性のある設計にとどまっているんですよね。これは事実です。こうしたピラミッド型のモデルヒエラルキーが存在するからこそ100万本製造の膨大な不良ロットリスクを分散して他社を圧倒するコスパを実現しているんですよね。裏を返せばトップヒエラルキーのデイトナとデイデートっていうのは細部へのこだわりがもう半端なさすぎて他社を凌駕する業界で不動のフラッグシップとして君臨し続けているとも言えるんですよね。何よりロレックスにこうした雲上並みのこだわりを誰も望んでいないんですよ。これで結局他社と変わらない価格設定になるぐらいだったらロレックスの魅力ってなくなっちゃうんですよね。こうした検品漏れのパーツとか他モデルの流用パーツをうまく組み合わせて設計されているモデル、それにはオイバペですとか、エアキング、こういう、今取り上げてるエクスプローラーなんかがあるんですよね。誤解がないように付け加えておきたいんですけど、検品漏れって言っても、それはあくまで仕上げのクオリティをルーペで、見た時の話です。要は、フラッグシップに使えないっていう意味なんですよね。品質的に問題があるってわけじゃないです。劣ってるっていうよりも、機能美と持続可能な品質っていうのを高次元にバランスした象徴的なモデルがエクスプローラーかなって私は思ってます。多くのブランドはデコラティブな設計思想に走りがちですよね。要は本質と無関係な箇所をあれこれこれ繰り回してやたら余計な足し算を積み上げていきます。例えばスポーツウォッチに謎なトリプルカレンダームーンフェイズとかのバリエーション展開したり、ダサい低コストな機械装飾、見どころのないムーブメントにシースルーバッグを採用したりとか。こういったことって想像よりずっと簡単なのに、高見せできるんですよね。だから作り手側にとってはコスパの良い設計思想とも言えるんですよ。こうした、俺らやってますぜ的な感じって、入門者に対して高価格を納得させつつですね、定価を上乗せできるんですよ。極端に言えばですよ、加工賃100円追加して10万円単位で定価を上げるみたいなイメージ。これが、足し算の設計思想ですね。けど引き算っていうのは全く違います。引けば引くほど残った要素の意味もクオリティも問われてしまいます。構成要素が少ないっていうのはごまかしが効かないってことなんですよ。例えると、ジェンガの最終局面みたいな感じですよね。どこを抜くか、どう抜くか、張り詰めた緊張感が滲むんですよね。本来、シンプルっていうのは、それ以下ではもはや成立しないまでに、削ぎ落としきったものを指してるんですよ。つまり世間で誤解されがちな、単に簡素とか、飾り気のないといったまがいものとは全然意味が違うんですよね。むしろ意味は逆かもしれないですよね。本当にシンプルを追求したものっていうのは目的に対してこれ以上ないくらい本質をパンパンに足し算したものなんですよ。改めて言います。エクスプローラーは派手なスペックも複雑な機構もありません。でもロレックスの設計思想、歴史、構造、進化、この全てがシンプルに凝縮された一本です。私の拙い説明をつらつらしてきたんですけど、どれほど伝わりましたかねいやー、ほんと不安ですけど、これ一本でね、ロレックスの哲学すべてが語れてしまう、そんな偉大なモデルだってことは、少しでも伝わったら嬉しいなって思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
この動画がね、ブランドフィルターを取っ払って自分の感性に従った時計選びができるきっかけにつながってもらえたら、私としては本当に嬉しいなって思ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。